示してもなぜか部下が動いてくれない。多くの管理職が抱えるこの切実な悩み。その核心に迫り、明日から現場で使える具体的な解決策を3つのシンプルな原則に沿って解説していきます。まず、ある一人の管理職のケースを見ていきましょう。営業課長のケンジ、42歳。彼のチームは今、プロジェクトの納期まであと2週間という正念場です。ところが、部下からの報告が全く上がってこない。進捗が全く見えないんですね。これは多くのマネージャーが一度は経験する、本当に胃が痛くなるような状況と言えるでしょう。当然、上司からのプレッシャーは日に日に強くなります。このままでは自身の昇進も危うい。焦った検事は毎晩のように部下を叱責するんですが、これが全くの逆効果。チームの雰囲気は最悪になり、報告はさらに遅れる。まさに負のスパイラルに陥ってしまっていたわけです。では、このどうしようもない状況をどうやって打ち破ればいいんでしょうか。そのヒントは実は動物のトレーニング理論にあったんです。ここに引用したのは著名な動物トレーナーカレン・プライヤーの言葉です。ポイントは行動の直後の結果。これこそが人の行動を意図した方向へ導くための最も重要な鍵となるんです。それではここから具体的な3つの原則に入っていきます。まず1つ目、即時性の力です。人の行動というものは、その行動を取った直後に何が起きるか、ただそれだけで良くも悪くも方向づけられてしまう。これが大原則です。この原理を理解する上で欠かせないキーワードがこの行使です。専門用語でポジティブリインフォーサーとも呼ばれますが、要するに行動の直後に与えられるご褒美のことだと考えてください。例えば感謝の言葉や笑顔、承認の言葉、相手にとって嬉しいと感じられる反応、その全てがこの行使にあたります。検事は早速この行使を試してみることにしました。部下の一人が報告書を持ってきたまさにその瞬間、彼はやっていた作業の手を止めて、ただ一言こう伝えたんです。ありがとう、助かるよ。ポイントはその後に余計な説教や改善要求を一切付け加えなかったこと。ただ感謝だけを伝えたんです。さあ、その結果何が起きたか。信じられないかもしれませんが、たったその一言でその部下の報告スピードはなんと翌日には2倍になったんです。毎日の叱責では何も変わらなかったのに、たった一つのタイミングを捉えた行使が彼の行動を劇的に変えた。まさにこれがその瞬間でした。ここで絶対に押さえておきたい重要なポイントは、何よりもタイミング、つまり即時性です。良い行動とこの行使との間がたとえ1分でも空いてしまうと、その効果はほとんどなくなってしまいます。望ましい行動が起きたまさにその瞬間に強化する。これこそが人の行動を変えるための絶対条件と言えるでしょう。では次に進みましょう。原則の2つ目は、目標は1つに絞るです。これは特に熱心なマネージャーほど陥りがちな、一度に多くを求めすぎるという罠を回避するための非常に重要な原則です。これまでの検事もまさにこの間違いを犯していました。報告はもっと早くしろと言いながら、同時に資料のクオリティもちゃんと上げろと。こうなると部下は何を優先していいかわからなくなります。結果、どちらも中途半端になるか、あるいは行動そのものが止まってしまう。これは非常によくある失敗パターンです。この点について書籍の中ではこのように指摘されています。どんなに練習しても進歩が見られないときは、大抵一度に2つ以上のことを上達させようとしている。つまり進歩が止まる本当の原因は本人の能力不足などではなく、指導側が目標を一つに絞れていないことにあるというわけです。この原則を学んだ検事はアプローチをガラリと変えました。ターゲットをただ一つ、報告のスピードだけに絞り込んだのです。たとえ資料のクオリティが今一つでも、そこは一旦目をつぶる。そしてとにかく早く報告が上がってきたという事実そのものを捉えて、情報が早いからすぐ判断できる、ありがとうと徹底的に強化し続けました。その結果どうなったか。わずか1週間でチームの行動は目に見えて変わりました。なんとメンバー全員が午前中にうちにその日の進捗を報告するようになったんです。一人の行動への強化が周りにも伝わっていく。この強化の連鎖がチーム全体の雰囲気までをも劇的に改善させたのです。さて、望ましい行動が取れるようになりました。次の課題は、それをいかにして永続的な習慣として定着させるかという点です。ここからが応用編。
その鍵を握るのが3つ目の原則、変動強化です。この変動強化というのは一体どういうものか。簡単に言うと、毎回は褒めないということです。行動が定着するまでは毎回強化しますが、一度定着したら今度は不定期に、予測できないタイミングで強化する。この切り替えによってその行動はより強固で持続的なものへと変わっていくんです。この2つの段階の違いをこちらの表で見てみましょう。左側の学習段階、つまり新しい行動を覚えさせているときは毎回褒める連続強化が有効です。しかし右側の習慣化段階、つまり行動が当たり前になってきたら今度は時々褒める変動強化に切り替える。この方が行動を続きさせる上でははるかに効果的なんです。この変動強化の強力さを最も分かりやすく説明してくれるのがスロットマシンの例えです。考えてみてください。もしスロットマシンがコインを入れるたびに必ず当たるのだとしたら、人はすぐに飽きてしまうはずです。そうではなく、いつ当たるかわからない、予測ができないからこそ私たちはついコインを入れ続けてしまう。この心理こそが強力な習慣を作り出す源泉なのです。天智はこの原理も見事に応用しました。チームの朝一番の報告がすっかり習慣になった後、彼は褒める頻度をおよそ3回に1回程度に落としたんです。するとどうでしょう。ここでまた予想外の、しかし非常にポジティブな変化が起きました。部下たちがそのいつもらえるかわからない賞賛を求めて、今度は頼んでもいないのに報告の質まで自主的に改善し始めたのです。さて、ここまで3つの原則を見てきました。最後に今回の要点を整理して、あなたが明日からすぐに実践できる最初の一歩を具体的にお伝えします。今回お伝えした人の行動を促すための原則はこの3つに集約されます。1つ、強化は即座に行うこと。タイミングが全てです。2つ、求める行動は1つに絞ること。一度に多くを求めてはいけません。そして3つ、習慣になったら時々強化すること。これで永続的なものになります。このシンプルな3ステップをぜひ覚えておいてください。ではあなたが明日からできる最も簡単でしかし最も強力な第一歩は何でしょうか。それは職場や家庭で誰かがあなたがこれいいなと思う行動をしたまさにその瞬間に、他の余計なことは一切言わず、ただ一言ありがとうと伝えてみることです。まずはぜひここから始めてみてください。さて、次回は多くのビジネスパーソンが陥る時間と成果の罠についてです。なぜ夜に2時間かけた努力が朝のわずか1時間の生産性にいとも簡単に負けてしまうのか、その科学的根拠を解き明かしていきます。このシリーズ見逃したくないという方はぜひチャンネル登録をしてお待ちください。